はいどうも、講師歴23年目、DAW ギターチャンネルの山本です。今回は、モドベースの実力について検証していきたいと思います。では、行きましょう。はい。今日ご紹介する IK マルチメディアのモドベース。こちらは、同じ IK マルチメディアのモドドラムと同様にサンプリング音源ではなく音を合成する物理音源となっています。つまりシンセサイザーってことですね。有名なベース音源がサンプリング音源が多いのに対してこちらは物理音源ですので柔軟性がものすごいです。はい。では細部を見ていきましょう。まずはモデルの項目。60年代のプレッションベースからジャズベース、ギブソン系、ミュージックマン、リッケンバッカー、バイオリンベースやサンダーバードベース、果てはフォデラ系まで選べたりします。これでいろいろなタイプの音が出せますね。では、プレイスタイルの項目を見ていきましょう。こちらでは、指弾き、ピック弾き、スラップ奏法を選ぶことができます。そして、弾いた音にミュートをどのくらいかけるかというミューティングの調整ができます。どの奏法を選ぶかによって、ストロークとかタッチの部分が変わってきます。指弾きの場合は、人差し指と中指を交互に使うオルタネイト。人差し指だけで弾くインデックス。中指だけで弾くミドル。タッチの方も、ハード、ソフト、ノーマルと弾く強さを調整することができます。ピック弾きの場合は、アップストロークか上下で弾くオルタネイトピッキングかダウンストロークかを選ぶことができます。そして、通常のピックの当たり方か、少し深く入れて、するように弾くハードを選ぶことができます。スラップでは自動的にサンピングとプルを切り替えてくれるオート奏法。ただしこの場合、ベロシティが指定した値よりも超えた場合はプルになります。そしてサンピングを行うスラップ、プルを行うプルですね。このように調整することができます。そして同じ音が続く時などに次の音までしっかり音をつなげてくれるレッドリング。いわゆるラウンドロビン奏法を行うオンオフスイッチ。こちらはキースイッチでも入れられますので、どちらかというとキースイッチで入れることが多いのではないでしょうか。そしてフィンガリングのポジション。5フレットまでのポジションで弾くのがファーストポジション。平均的なベーシストの動きを自動でやってくれるのがイージーポジション。近いところで弾くのがニアレスト。そしてフレーズの中に開放弦を入れるかどうかを設定するオープンストリング。これのオンオフができます。そしてフレットから指が離れた時のノイズの入り具合を調整するデタッチノイズ。スライドを行った際のフレットが擦れるノイズの音を調整するスライドノイズの項目があります。また指弾きとピック弾きに関してはどのポジションでピッキングするかを選ぶことができます。フロントの方でやれば丸い甘い音がしますし、ブリッジに近づけてあげることでエッジの効いた芯のある音になります。では次にストリングスの項目を見ていきましょう。弦の数を4、5、6と3種類から選ぶことができます。またドロップ D チューニングなどもこちらでオンにすることができます。また弦のアクションもスタンダード、ハイ、ローと弦のテンション感を変えることができます。弦もラウンドワウンドだったりフラットワウンドだったりということを変えれますので、ジャンルによって弦を使い分けてもいいかと思います。またゲージもミディアム、ヘビー、ライトとゲージを変えることも可能です。そしてその弦がどのくらい使われていたかということで、ブロークイン、オールド、ニューという風に弦の使用期間まで選ぶことができます。そしてチューニングですね。元になるチューニングをいくつにするかということがこちらで決定することができます。ではエレクトリックの項目を見ていきましょう。こちらではピックアップを自由に交換したり、絵も変わりますね。そしてボリュームを設定したり、ピエゾマイク、ブリッジに仕込むことができるピエゾマイク、実際にはついてないモデルでもこれによってブレンドすることができます。そしてサーキットを電池を使わないパッシブ、電池を使うタイプのアクティブに切り替えができます。それによって調整できる項目がこちらは変わってきます。またピックアップの位置なんかもこれも自由に移動することが
できます。ですので、これによってもものすごい可能性が出てくると思います。では、アンプセクションを見ていきましょう。こちらでは、アンプとエフェクトの設定ができます。切り替えは、その画面のエフェクトを押してあげたり、アンプのヘッドを押してあげたりすることで切り替わります。こんな感じですね。で、エフェクトの方は、4つまで、並べることが可能です。そして項目もこちらで選べますので、自由に並び替えることができます。エフェクトのオンオフは、ストンプボックスのスイッチボタン。これを押してあげることでオンオフすることができます。そしてヘッドの方なんですけれども、こちらはソリッドステートかチューブから選ぶことができます。多少ですね、アンプが変われば設定項目が変わってきます。そしてどちらにも共通しているのがアンプの出力とダイレクトボックスですね、の出力。こちらをブレンドすることができます。そして最終的なマスター音量ですね。をこちらで調整するようになっています。では、コントロール部門を見ていきましょう。こちらでは、どの双方がどこのキースイッチに割り当てられている、またはコントロールチェンジに割り当てられているかというのを見ることができます。そして、スライドレンジでどのくらいのスライドをできるようにするかという音程幅を設定することができます。1が半音になりますので、2で全音。1オクターブの場合は12ですね。このようになります。そして、ビブラートのスピードを変えることができます。このスライドレンジは、ここにあるレガートスライドの場合は関係しません。こちらはあくまでフィンガリング上のフレーズを弾くときのスライドです。では、具体的にデータの入れ方を見ていきましょう。まず最初の部分はこんな感じで入れてあります。はい。最初の部分は F シャープの0で指で弾くフィンガーモードを指定しています。そして4弦を使うことを指定する E の0。で、一番最初にゴーストノートを入れたかったので、音程は4弦。そしてゴーストノートを指定する A シャープのマイナス1。これを入れています。で、次にレガートスライドを入れるために、こちらですね。コントロールチェンジの64番。これを入れています。音程が高い方、12フレットの E から開放弦の E まで下がるように、音が重なるようにして入れてあります。そこにコントロールチェンジの64番を入れてあります。そうすると先ほどのようにスライドが入ります。もう一度再生しますね。はい、このようになります。次の4小節ではシンプルにルート弾きをやっています。まず A のマイナス1。これでルート弾きですので同じ音が続きますのでレッドリングがかかるようにしています。そして F シャープ0で指弾きを設定しています。これは前のところから続けて再生する場合は入れなくても大丈夫なんですが、一応念のため入れています。そして A0。音程をすべて3弦で弾くように指定しています。そしてコードに合わせたルートですね。このような感じになります。次の4小節では少し動きのあるフレーズにしています。こちらでも同じ音、同じポジションが続く場合は A のマイナス1でレッドリングを入れています。そして3弦で弾きたいポジションに関しては A0 を指定しています。それ以外に関してはニアレストを選んでいますので、その近くのポジションで弾かれるようになっています。どのように弾かれているかはこの弦の部分ですね。これによって確認することができます。こんな感じになります。では次の4小節を見ていきましょう。ここからはスラップ奏法になるように、まず A シャープの0でスラップを指定しています。そして A0 で3弦ですね。で C0 でハンマリングを指定しています。3弦5フレットの D から3弦7フレットの E にハンマリングするような奏法になるように指定しています。そして
4弦開放の E を鳴らすように、ここに E0 を指定しています。で、部分的にゴーストを入れますので、A シャープ -1 をキースイッチで入れています。そして、この部分ですね、高い方の E の音。これが必ずプルになるように D シャープ0でプルを指定しています。そして最後のところも同じくハンマリングになるように C0 でハンマリングを指定して音が重なるように D2 と E2 ですね。これを配置しています。こういったパターンで次の4小節は弾かれています。こんな感じになります。次の4小節はピック弾きに変わるように設定してあります。まず G シャープの0。これでピックモードに変わるように指定してあります。A0 で3弦を使うことを指定してあります。そして A シャープの-1。これがゴーストノートを入れたいところですね。に、この A シャープ-1を入れています。そして A の-1で同じ音が続く場合のレッドリングを設定しています。では、フレーズはこんな感じになります。では、最後の5小節を見ていきましょう。こちらもピック弾きのままですので、G シャープの0でピック弾きを指定して、ポジションも3弦を使いたいですので、その部分に関しては A0 を入れています。そして部分的にゴーストノートを入れるために A シャープの-1を入れてあります。そして最後ですね。最後は3弦7フレットの E から3弦の開放までレガートスライドを入れたいですので、コントロールナンバー64でレガートスライドをするように指定してあります。音が重なるように入れるところがポイントですね。では、こんな感じになります。一つ補足です。先ほどのスラップのところで言い忘れたことがありましたので、ちょっと補足しておきます。ここですね。3拍目の裏の3弦5フレットの D の音。これがですね、3弦5フレットから3弦7フレットの E にスライドするように設定してあります。どうやるかというと、ピッチベンドで音程が上がるように設定します。で、ここなんですけれども、まず、モドベースのスライドレンジですね。これが関わってきます。今、全音2に設定してありますので、この場合ですと、ピッチベンドは全音移動したいときは、前回の8191という値をここに入れます。そして、必ずちゃんと戻るように0の値を入れておきます。これによって、ここが D から E に全音のスライドになるようになっています。そしてこちら側ですね。こちら側は半音スライド。B の音から C の音へ半音スライドしたいですので、ここの場合は8191の半分になるように4095を入れてあります。これで半音スライドになります。では聞いてみましょう。このスライドの部分だけちょっと再生しますね。はい、このようになります。では、次回にですね、モドベースの音と実際に僕が弾いた生のベースの音、これとを比べていきたいと思います。また、ドラムとのコンビネーションの時の聞こえ方や、オケの中での聞こえ方なども検証していきたいと思いますので、ぜひ次回もお楽しみに。それでは今回はこの辺で最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。